皆さんハロー、マサトです。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしていくんですが、今日はバンフの町が主催しているワイルドファイヤーフォーラムというところに来ています。イベントです。海外で山火事のニュースとか見ると思うんですけど、実はカナダは山火事結構起きている山火事大国です。今回の動画ではそんなカナダがどんな風に山火事と向き合って、どんな感じで山火事に対応しているのかっていうことを紹介していきたいと思います。私もこのイベント来るの初めてなので、これから全然中身分かってないんですけど、見ていきましょう。ということで、やっぱりまず最初気になるのこれですね。ファイヤートラックっていうのは消防車みたいなやつなんですけど、これ山火事専用の車両だそうです。この後ろに山火事専用の器具が積んだコンテナなんかも載ってます。で、外からなら撮っていいよということなんで、扉も開いてるし、結構興味ある人いると思うので軽く見てみましょうか。こういうところに乗るんだと思うんですけど、4人ぐらい乗れるようになってます。なんかいろんな器具もついています。好きな人は結構こういうのたまんないんじゃないでしょうか。ユニット1、これなんか何個かなくっつけていくこともあるそうです。ここにはワイルドファイヤーストラクチャープロテクションって書いてあります。山火事専用の車両ということになります。で、外からなんですけど、後ろから見るとこんな感じで、いろんな器具が積んであります。で、この場所はスプリンクラーがいろいろ展示をしてあるんですけど、実際に山火事になるとこういうスプリンクラーで火事を消したり、あとはこれ以上燃え広がらないように水をかけたりするそうです。この奥にあるやつなんかは結構強めに飛んでます。どれぐらいでしょうか。30メートルぐらい飛んでんじゃないですかね。こんなので火事を消してるそうです。ここはカナダの国立公園のパークスカナダってみんな呼んでますが、そういう国の組織のところです。パークスカナダもこういう山火事が起きるとこういう車両で行くそうです。で、同じように後ろに車両がくっついてますけど、この横にはこんな感じで、山火事どういうふうに管理しているかとかが書いてあります。この辺の地図とか、この赤いところバンフの真ん中ですけど、こういうところは集中的に防火の対応をしているっていうふうに書いてあります。ただ室内でもなんかイベントをやってるので、ちょっと見に行ってみましょう。ここはバンフのタウンの場所ですね。なんかいろいろ非常食とかこんな展示もしてありますが。 Excuse me, can I see the map closer over there? Great. I've never seen that. これはバンフのエバキュエーションゾーンですね。場所、避難ゾーンごとの避難計画マップみたいな感じです。日本と同じように意外とやっぱりちゃんと考えられてゾーン分けをされています。ここもまたパークスカナダのコーナーですね。さっきと外と同じようにどんな感じでマネージメント、山火事をマネージメントしているのかが書いてあります。この展示なんか割と面白いですね。なんで森に木が必要なのかって書いてあるんですけど、このカナディアンロッキーに生えている木とかは火事を利用して増えたり、あとは先住民も火を利用して新しい作物を育てたりしたっていうふうに書いてあります。結構面白いですね。Cut trees down, space them apart, limb up some branches. So yeah, we're just working our way around town. We've been doing it since 2006. So everything's been treated at least once, and we're just keeping an eye on it and making sure it doesn't regrow.
So, how often do you go to the site of wildfire? In the summer? Roto? To an actual wildfire in this town? Not very No? No. We have very small little grass fires every now and again. Okay. We've not had a fire in a long time. In Banff? Yeah. So, I don't know nothing about the fire. Okay. Yeah. We haven't had a significant fire affect the town in a long time. You'll see like smoke every now and again, like down the valley, but they take care of all that stuff. We're just here in case it comes into town. We haven't had that happen. So Good, good. you're safe. Thank you. でこのマップとかはスプリンクラーが設置してある場所、野外スプリンクラーの場所がこんな感じで、まあいろいろマップに落としてあります。でこの辺からのコーナーは、バンフの町が提供している補助金みたいなやつです。ここなんかはルーフ屋根を燃えない屋根にしたり、燃えちゃった屋根を交換するときに使える補助金とか、あとはこの辺は家にスプリンクラーをつけるんなら、補助出しますよっていう町のプログラムの紹介です。この辺とかはツリーリプレイスメント、木を切ったりするときの補助金みたいなのが紹介してあります。結構やっぱ日本と違ってこういうのが充実している印象があります。はい、ということで場所は変わりまして、実際の山火事現場に来てみました。これ分かりますか？この感じ。今後ろの木が真っ黒になってますけど、この辺はまあ本来普通の松の木が植えたと生えていた場所です。でここは確か去年2023年に山火事が起きてます。ちょっと自然な火事ではなかったんですけど、その火事がバンフの近くで燃え広がって、ここには看板が立ってたんですけど、今はこう土台だけ残っているという感じです。でさっきのイベントで聞いたんですけど、カナダでは1年間にだいたい6000件ぐらい山火事が起きていて、アルバータ州だけで1000件ぐらい、カナディアンロッキーで25件ぐらい山火事が起きてるそうです。でこういう幹の方とかこう降りていくと、よいしょよいしょよいしょ、これとかもう炭になってます。こう一回木が炭化すると結構腐りにくいらしくて、でカナダはしかも気候が過酷です。なので一回こう森が燃えちゃうと次の世代が育つにはいいんですが、なかなかやっぱ気候が過酷な分再生するのには時間がかかるそうです。ちょっとね、これはまだ小規模な山火事ですが、雰囲気はこんな感じです。というわけで、今回の動画ではバンフの、ワイルドファイヤーフォーラムっていうイベントに参加して、今実際にこういう山火事の現場にも来てみました。年間6000件、かなりカナダでは山火事が、日常的に特に夏は、起きているんですけども、それに備えた対策っていうのがしっかりされているっていうのが、少しは伝わったんじゃないかなと思います。でこのチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーから、楽しいこととか役立つ情報をお届けしていきます。よかったらこれからもどんどん、ためになる動画アップしていこうと思うので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。